こんにちは、まいあんです。本日はですね、念願のハッピーワンターボを実際に乗って紹介していけたらなっていう風に思います。めちゃめちゃ念願。このハッピーワンターボは GP スターさんから出ているものなんですけれども、ターボがついているので、その急な上り坂での走行がスムーズに走行することができるんですよ。で、しかもね、嬉しいポイントがいくつかあったので、皆さんと一緒に見ていければ嬉しいなって思っています。個人的なイメージとしては、ハッピーワンプラスにただターボがついている車だと思ったんですね。でも結構ね、それがどうやら違うらしくて、実際どうなのっていうところでちょっと見ていけたらなっていう風に思っています。私自身、ハッピーワンプラスシティ納車されて3ヶ月弱乗っているのと、あとはハッピーワンプラスもね、1泊2日でレンタルしたことがあって、その2つの目線から見ていけたらいいなっていう風に思っています。それでは、行くぞ。はい、ということで、こちらがハッピーワンターボです。やっぱハッピーワンプラスシティと比べて、やっぱここのね、車高が高いですね。リーゼントになってる部分、この部分ね、結構車高が高いな。トラックみたいな感じで結構存在感ありますね。ハッピーワンプラスシティって意外とサービスエリアとか駐車場に止めてしまえば他の乗用車と結構馴染むんですけれども、これはね、おそらく馴染まないですね。馴染まずにめちゃくちゃ存在感を放っている車だなっていう印象です。ちなみにこっちからだとこんな感じですね。一応ね、この車はですね、左右の壁がこんな感じでマットの黒色で塗られているのかな、そんな感じの加工がされていますね。後ろがこんな感じですね。なんかハッピーワンプラスシティと比べてこの後ろのライトとかがレトロだったんですけれども、今回は結構キリッとしたライトを使ってますね。重厚感あるキャンピングカーっていう感じですね。ベース車両がダイハツアトレー4駆で、乗車定員は4名で、就寝定員も4名です。ちなみにこれタイヤの位置が結構違くて、ハッピーワンプラスだとおそらくここら辺にタイヤが来ると思うんですけど、ハッピーワンターボはここのね、めちゃくちゃ前の方に前輪のタイヤがあります。なので、ここにタイヤがあるおかげで、走行の安定性がハッピーワンプラスよりも高いらしいです。安定してるらしいですよ。ここが前にあることで。ダイハツの軽トラックではなくて、アトレーらしいですね。今冬なので、スタッドレスタイヤにね、変更しているとのことなんですけれども、通常はワイドタイヤを履いているとのことですね。ハッピーワンプラスシティと同じですね。スタッドレスタイヤなので、ちょっとタイヤがね、細いからワイドタイヤに比べれば走行の安定性は落ちるんですけれども、ワイドタイヤにしたらもう少し走りは安定するんじゃないかなっていう風には思いますので、後でちょっと走ってみます。待って、猫いたんだけど。ちょっと猫いるじゃん。で、ここの扉もね、結構ハッピーワンシティとちょっと違うところがありまして、ドアを開けるとき、これがちょっと鍵になるんですけれども、ここの鍵は同じですと。運転席側の鍵は同じでした。箱の中に入るときのこの扉ですよね。ここの扉が違うんですよ。プラスシティだとこの鍵2個をこうやってガチャって開けて、扉開けて入っていったんですが、すごいです、これ。オートで開くみたい。後ほどちょっと扉開けてみます。すごいなって、これすごい思いました。鍵今2つあるので、2つ閉めるじゃないですか。なぜ2つあるかっていうと、ここの1つはもうなんか全体の扉の鍵で、もう1つが扉のドアノブというんですかね。ドアノブの鍵らしいんですけれども、鍵が2つあるので2つ閉めるんですよ。ってなると、じゃあ車中泊します。この中に入りますって言った時に、鍵2つにガチャガチャやって開けるのめんどくさいなっていう風に思っちゃうんですよ。なので、運転席側からこういう風に箱の中に入る時があったんですね。でも、これだったら自動でね、こう鍵がね、開いてくれるんだったらば、もうこっから入っても苦にならないですよね。そこがまずいいなっていう風にめちゃくちゃ思いました。鍵で開けるの結構大変なので、ありがたいです。で、こんな感じで JP スターのマークがあって、これがね、シャワーらしいですね。開いた。これシャワー使うときはこういう風にね、ホース伸ばして、足にね、泥がついたりとか、キャンプ道具がちょっと雨で濡れてしまったりとか、ちゃちゃっと洗える嬉しい外部のシャワーですね。戻すときが、こんな感じでホースをね、ぐぐぐっと中に押し込んで入れるっていう感じなので大変になるのかな。これ自動でこうやって引っ張ったら、シャーって
って縮むタイプなのかな、どうなんでしょうか。本来ここにプラスシティだったら軽油をね入れる場所があるんですけれども、そちらはねないです。後で説明します。これがねサイドオーニングだね。ここからサイドオーニングがうわーっていう風に出ます。でこの白いやつはあれかな、ライトかな。外部ライトがねちょっと見当たらないなと思ったんですけど、この長細い白いやつがライトになるのかな。めちゃくちゃ明るそうだな。後ろですね。さらに後ろにも JP スターというマークがあって、ブレーキランプはこんな感じで、ハッピーワンプラスに比べてシャープな印象です。プラスはもうちょっとレトロなイメージですね。でここの後ろの収納がシティだったら鍵で開けてこの扉が開くみたいな感じなんですが、これはね特に鍵とかはなくて、ひねればズズズッと開くような、スライドで開くような箱になっています。入れるのは排水用のバケツだったりとか、あとはゴミ袋をね入れる方が多いんじゃないかなっていう風に思っています。スライドでスムーズに出し入れできるからいいなっていう風に思いました。プラスとプラスシティどっちも鍵だったと思うので、これは嬉しいポイントですね。ここは収納になっているみたいなんですけれども、こうか、1回転させますね。開けたら、はい、中の収納につながっています。これすごいね。キャンプ道具とか釣り竿とかを入れたいですね。長細い収納になっているので、全然釣り竿とかも入る長さかなっていう風に思います。鍵を使って、こっちかな？よし、できた。で、ここはね、メンテナンスの扉みたいですね。やっぱこの緑色のキャンピングカーかっこいいね。で、ちょっと中に入っていきます。開けるボタンをやれば自動で開く。開いた。すごいよ。開きました。ストッパーと言いますか、これ以上いかないようになっているので安心ですね。完全に光をシャットアウトすることができます。これ嬉しいですね。ハッピーワンプラスとプラスシティだったら、ここの部分が薄いカーテンなんですよ、納車された時。なので朝とか光がね漏れるんですけれども、これだとね光も漏れなくて完全にシャットアウトできるので嬉しいなっていうふうに思いました。玄関にここのね靴入れか何か、今ね外部電源のコードが入ってますね。これちょっと硬いんですけど、入るときにここのね足場を使って中に入ることができます。閉めるときは大きなドアノブがついているので、これを使ってガチャンという風にやります。ハッピーワンプラスとシティって大きな扉の手すりがなかったんですよ。ないので、ここら辺を持ってガチャンってやってたんです。閉めるときに力いっぱい閉めないとハンドアみたいな感じになってしまうんですよ。なので結構閉めるとき力いっぱい勢いよくガチャンって閉める感じになるんですけれども、ここら辺を持つと壊れないか心配で強く最初閉めれないみたいな、そんな感じになってしまうので、こういう風なきちんとした持ち手があったらスムーズにね閉めることができていいですね。これあったら嬉しいな。玄関にいるんですけど、車内がこんな感じです。すごい。いやー、これはねちょっとこちら側もこんな感じです。キャンピングカーじゃんっていうことで、ちょっと順番に中を見ていきます。これは高級ですわ。プラスとプラスシティともう全然違います。何から説明したらいいかちょっとわからないんですが、まずは電気をつけたいなっていうふうに思います。玄関入ってすぐに電気の電源ボタンがあるんですけど、ポチッと押したらこんな感じでね丸いライトがつく感じになるんですね。これだけでも結構明るいな。電源がここにあったので、電源関係液晶です。車のねナビの画面みたいですね。プラスシティ乗ってるんですけど、こんなね液晶な感じではないです。スイッチがね並んでいるんですけども、おしゃれな画面になっています。でちなみにこの左上に 28.9 度と車内温度ですかね。でここに嬉しい現在時刻も書いてありますね。タッチパネル触らなかったら暗くなるんですけど、操作したいときはパッて1回押せば明るい画面になります。電源をまず入れますね。これでオンになります。電源のスイッチボタンがちっちゃい感じがするんですが、精神的なスイッチですね。テープライトを押すとまた車内のライトがつくんですが、つけてみるとこんな感じです。明るいな。やっぱり白色だから結構パンって明るくなりますね。天井にあるライトがすべてつきました。
ここもついてるな。と白いテープライトが付けられていますね。さっきのライトは結構ね、オレンジ寄りのね、温かみのあるライトだったんですが、今は白色のライトになりますね。つけなくても問題ないぐらい、このスイッチ1個普通に過ごせるぐらい明るいですね。プラスシティの同じような電源のね、ライトがあるんですけれども、こんなに明るくならないんですよ。確か、ここら辺のね、キッチン下にテープライトがついていて、そこだけちょっと明るくなるみたいな感じなので、こんな感じでね、全体を照らしてくれるものではなかったので、ハッピーワンターボはね、この電源一つ、こっちのね、電源を入れなくても、めちゃくちゃ明るいです。いいなっていう風に思いました。次が、換気扇がある。で、ここに換気扇があります。ああ、いいな。私、換気扇、ハッピーワンプラスシティにつけていないので、やっぱ羨ましいですね。プラスシティにつけていない理由は、換気扇をつけると、全体のその高さが高くなってしまって、良さが最大限に活かしきれないということなので、換気扇はつけなかったんです。立体駐車場とか、せっかく入れる高さなのに、換気扇をつけることによって、車高が上がってしまって、なので、つけなかったよっていう理由なんですけれども、換気扇あった方がいいです。車内で調理するんだったら、水のポンプの電源を入れたら水道が使えるようになります。水道はこちらにありますね。ここはね、一緒だな。水道の扉を開けて、ちょっと蛇口が違うかもしれない。違うタイプだな。蛇口をひねってみます。おー！水圧も問題ないですね。ただ、プラスシティに比べて、目いっぱいこうやってやっても、綺麗に水が出ますね。今使ってるプラスシティって、ここの蛇口をね、こうやってひねると、スムーズに出ないというか、ビシャーみたいな感じで水が出てくるんですよ。なので、家の水道のように、こうやってね、綺麗に出てくるのはめちゃくちゃポイント高いですね。これ嬉しいな。次は右側ですね。まずはサイドオーニングをオンにすると、玄関付近に、ここにね、リモコンがあるんですけど、ちょっと外に出てみよう。よいしょ。サイドオーニングのリモコンを。すごいすごいすごい。こんな感じでね、自動に簡単にサイドオーニングを出して、この下でちょっとキャンプができるよ、みたいな、そんな感じですね。嬉しいですね。いいな、サイドオーニング。TV ですね。テレビを使うときに使うスイッチです。ちょっと反応しない時があるな。私の手は人間なのか。で、テレビなんですが、プラスシティの時は、ここにテレビがね、ついていたんですが、ここにテレビをつけることもなんかできそうなスペースですね。スペースが一応あるんですけれども、この車はですね、ここについていました。運転席の上のバンクベッドがあるんですけれども、裏についているっていう感じですね。テレビのリモコンは2つありましたね。ちなみにテレビは見ることができます。で、テレビを見るためにベッドを立ててるっていう感じですね。ハッピーワンターボが出てすぐのモデルになるんですかね。なのでバンクベッドの部分が前の仕様みたいで、最新のものはもうちょっとシンプルな構造になっているとのことなんです。この板がもっと天井付近まで来るみたいですね。ベッドを出すのがちょっとね、これ難しいらしいんですよね。で、ベッドを長くするにはこの延長のねレールをここにつなげます。こんな感じではめ込みます。これで合ってるか。スムーズ。ちょっと音鳴ってしまうな、これどうしても。でもスムーズですね。玄関が広いからなのかな。なんかちょっと余りがありますね。運転席の上のベッドを展開することができました。ちなみにテレビはここにねついています。すごいところにテレビがついているな。正直ここにつけるよりも怖いし不安定だし、ここにあった方が嬉しいなっていう風に思います。でもテレビがなかったらここに棚を作って収納スペースにするのもありですよねっていう風に思ったんですけど、ハッピーワンターボはこんな感じでね、収納がたくさんあるのでいらないな。テーブルがきちんとありますね。ここにね、テーブルは取り付けますね。プラスシティとかプラスとあんまり変わらないと思います。寝るときはね、茶色のマットを敷いて、寝ることになりますね。ちょっと元に戻すときはよいしょ。
元に戻せました。慣れれば10秒ぐらいで展開戻せますね。ただちょっと私背が低くて起き上がらせるために真ん中ら辺を持ちながらこうやってグッっていう風に押すんですけれども、そのね押すところがちょっと届かなかったのでソファーのところに登ってしまうっていう感じになりました。散歩中のおじさまがすごいっていう風にさっき言ってくださいました。忘れてた。これはしまおう。運転席の上にまた収納があって、ここに入れても良いんですけれども、運転してる時にカタカタうるさいとのことなので、棒はベッドの奥の方にしまいたいと思います。プラスシティ乗っていて、運転してる時に収納力が少ないなっていう風に思って、運転席の上にネットを取り付けようとしたんですよ。まだしてないんですけれども、しようとしてたんですね。なので、羨ましいな。こんな感じで結構入るな。帽子とかバッグとか置けておきますね。バッテリーの残量が 100% ですね。これはね、全然変わらないかな。鏡があった。めちゃくちゃでかい鏡。嬉しいな。家電を使うときに使うインバーターのスイッチですね。こんな感じで家電使うときはスイッチを入れます。電源入れたらスイッチ入りましたね。0ってなってる。これで電子レンジ使えるみたいな感じですね。ターボも冷蔵庫を使うときは、ブレーカーがたくさんこれあるので、右から2番目のこのブレーカーを上に上げてから冷蔵庫が使えるとのことです。ブレーカーを上げておくと電気が消費しやすいんですかね。冷蔵庫とヒーターのブレーカーがありました。ちょっと素人じゃ怖いので、閉めておきます。これは冷蔵庫だね。冷蔵庫は全く一緒の冷蔵庫ですね。特にパワーアップしたとかはなさそうだな。ここに段差があって、下の段になるとちょっと奥行きが狭くなるんですよね。2段目がちょっとね、奥行きがあるんですけど。ここに手すりがありますね。プラスシティとかは手すりオプションつけたら冷蔵庫の上ら辺のまっすぐに平行に設置されていたんですが、ハッピーワンターボだとこういう風にね、斜めに設置されてますね。斜めにあることによって使いやすくなるんじゃないかなと思います。平行の手すりよりも斜めになってた方が絶対こっちの方が登りやすいですね。降りる時も斜めになってるので使いやすい。いい。やっぱり斜めになることによってより登り降りが楽になりますね。ターボのこの手すりの付け方の方がいいです。続いてキッチン。キッチンはこんな感じで黒の大理石のような高級感あるやつですね。プラスとかシティだと白のね、大理石のようなキッチンの板になったかなっていう風に思います。で、さっき使った水道ですね。キッチン下の収納もありますね。ただプラスとシティに比べると、キッチン下の収納が扉がちっちゃい気がしますね。これはなんでだろうな。謎の収納がありますね。この白いところ、シティとプラスにはなかった気がするんですけど。なんだこの謎の空間はホースみたいなものがありますね。タンクがありますね。今お水入れていただいてるんですけれども、今が16リットルぐらいありますね。22リットルまでメモリがあるので結構入りますね。大きめのタンクだ。シティだとここにちょっとした小物をね置いてるんですが、小物を置くエリアがないですね。扉のところにコンセントがありました。おそらくシティとプラスは端っこの方にコンセントがあったと思うんですけど、ハッピーワンターボは扉のところにコンセントがありましたね。こっちは電子レンジですね。電子レンジなんですが、この棚の高さとソファーの高さに結構差があるので、扉がね、開かないですね。電子レンジ使うときは、こういう風にご飯を食べるので、ベッド展開はせずに、座りながら何か調理したりなんなりすると思うんですけれども、開けてみます。ソファーの背もたれ部分を取って、なるほど。いいね。ソファーが二つ折りになります。気づかなかった。これはすごい仕掛けだ。すごい。二つ折りになる仕掛けになっています。なので、電子レンジが、開いた。こんな感じで電子レンジ使うっていう。なるほどね。下ろすときも楽だ。意外と手間ではない。いい感じ。で、キッチンの目の前には窓があるんですけれども、なんかプラスとシティに比べて大きい気がする。絶対
対大きいと思うんだけど、一緒かな。そして、キッチン横のコンセントはありますね。で、ここがね、ヒーターです。回すだけでつけられるそうなんですけど、最初の方はやっぱりライトがね、ちょっとチカチカするんですよね。ここはね、ハッピーワンプラスとシティと全く同じですね。FF ヒーターをつけると、ちょっとね、ライトがね、チカチカしますね。FF ヒーターなんですけど、プラスシティって FF ヒーターを使うとき、軽油をね、入れる必要があるんですよ。で、その軽油を入れるにも、軽油を仕入れるときに、蛍光管を自分で用意して、ガソリンスタンドに行って、その蛍光管に、軽油お願いします。入れてくださいっていう風に、ガソリンスタンドのスタッフさんにお願いするわけなんですけれども、キッチン下の方にタンクがあるので、キャンピングカーの外部から注ぐみたいな感じになるんですけれども、このハッピーワンターボ、なんと、軽油をね、注ぐ必要がないらしいです。どういうことって思うんですけれども、ガソリンらしいです。すごいよね。車のガソリンを使って FF ヒーターがつくらしい。いいものを見てしまうと、あれも欲しい、これもしたい。無限に出てきますね。キリがないです。最終的にキャンピングカーも普通の一軒家とね、もう変わらないぐらいだんだんね、なんか求めてしまうんだなっていう風に思いました。そして、ハッピーワンターボは上にこんな感じで収納があります。天井部分の収納はプラスシティにはないです。ただプラスにはあります。引き出しをね、開けるとたくさん収納できる感じですね。ここにお洋服とか入れたり、あとはキッチングッズ入れることができます。ソファー下にも大きな収納があるんですが、これ、ベッド展開してしまうと、この引き出しは開けれないので、取り出すのがね、億劫になってしまうんですよ。やっぱりベッド展開してしまうと引き出しがね、開かないので。なので、すぐ外に出るときに使うような、例えばじゃあ帽子だとか、温泉行った後の着替えとかをここに入れておけば、ベッド展開をしたとしてもすぐに上にあるので取り出せるので、ここにね、お洋服私は入れたいなっていう風に妄想をしました。反対側にもね、上の引き出しがありますね。ソーラーチャージコントローラー、こんなものもありますと。皆さんお気づきかと思うんですけれども、まるで家のようなクーラーがここに仕込まれています。この引き出しのね、この部分におしゃれに見えないように大きなね、エアコンが隠れています。機能としてはクーラーだけです。クーラーだけなので暖房はないです。で、これプラスとシティだと、ここにね、ついていました。よくキャンピングカーとかについてるちっちゃめの箱のようなね、エアコンがあるんですけれども、ターボクラスになると家庭用のまるでエアコンのようなものが隠されています。大型のキャンピングカーとかもっと高級になると上の天井に埋め込まれてるみたいな感じになるんですかね。で、ちなみにこのエアコンのリモコンは奥の方にありました。スイッチを押すと、すごい、もう冷たい冷気が、奥までちゃんと冷気が届いてくれる気がしますね。巨大なエアコンだともう安心感が半端ないですね。つけたばかりなんですけれども、音はこのような感じです。本当にまた驚かされまして、FF ヒーターと、クーラーは、大体キャンピングカーなのであるじゃないですか。さらにこれ、クーラーの下にスイッチがあるんですよ。このスイッチなんと床暖房なんです。床暖房らしいです。この床暖房です。なので、めちゃくちゃありがたい。床暖房のありがたさ、知ってもらいたいです。床暖房、正直必須ではないと思うんですが、私、ハッピーワンプラスシティを乗っておりまして、底冷え対策がなかなか、できないんですよ。何も、絨毯とかも敷いてないんですね。っていうのも、その絨毯を敷いてしまうと、ベッド展開するときに、その絨毯を一回どかして、ベッド展開しなくてはならないので、なかなかできなくて、やっぱり冬はですね、この床がめちゃくちゃ冷たいんですよ。なので靴下履いてたとしても底冷えで足が冷たくなるんですよ。でもこの床暖房があればその悩みも解決ってことか。スイッチはこんな感じになっていて、押すと今 18.1 度、時間ですね、13時57分、設定温度が今20度になっているっていう感じですね。なのでここでスイッチを入ればこの床があったかくなってくれます。嬉しい。ちなみにどこまであるんだろう。ここはもちろん床暖あると思うんですけど、ここら辺まであるのかな、こっちまであるのかな。なんかちょっと境目がある。床下のメンテナンスの扉ではなくて、じゃじゃん。
床下収納がありました。メンテナンス用の扉かと思ってたんですが、床下収納でした。汚れてもいいようなものも置けそうですよね。ゴミ袋とか、外で使う時に必要なキャンプ道具とか、クマスプレーとか、あとレインコートとかもここの中に入れたらいいなっていう風に思いました。奥の方にもちょっと収納がありますね。結構な大きさの床下収納があります。しかも床下収納を開けるとき結構スムーズですね。こんな感じで力を入れなくても勝手に開いてくれるような、そんな感じですね。窓は1個、2個。この窓もやっぱりなんか大きいな。3個目が大きいな、やっぱり。網戸になっていて、シェードを上げたいときは、ちょっと力いるな。片手じゃ厳しい。こんな感じで閉めることができます。共通なんですけど、シェード閉めるとき重たいですね。ちなみに運転席側も窓がありました。反対側にも窓がありました。天井なんですけれども、めちゃくちゃ高級感ありますね。あとこの玄関横に棒があった。あとここの部分にスイッチがあると思う。あったあった。コンセントがありましたね。プラスシティだとここにおしゃれな読書灯があるんですけれども、ハッピーワンターボはどうやらないみたいですね。なのでシティの方がここら辺のものは豪華ですね。あとはソケットですね。続いてはこちらのソファーですね。ソファーはね、プラスシティよりもやっぱりね、分厚いですね。ここが分厚いです。分厚いし、なんかプニプニしてる。プラスシティだとちょっとソファーがプラスに比べてちょっとね薄いらしいんですよ。ベッドにしても追加でマット敷かなくても腰とかね全然痛くならない感じだと思います。おーすごい。最高だ。レザーのねちょっと柔らかいカバーですね。プラスとかプラスシティだとクッションこういう風に綺麗にカーブしておらず、このコーナーめちゃくちゃいいかも。カーブしてるコーナー。快適です。しかも嬉しいポイントが座った時にここがね、もっこりなっているので、座った時にフィット感があるような気がします。ソファーはここが運転席でズズズッと続いています。めちゃくちゃ広いね。大きいソファーです。こんな感じでソファー下収納が現れるっていう感じですね。例えば寝具のシーツとか枕とかこの中に入れたり、あとはスキンケアグッズですね。でもスキンケアグッズはこの天井の収納があるので、ここの天井の収納がいいのかな。ただここの天井の上の収納にあまり重いものを乗せてしまうと走行した時にフラフラなる気がするので、私だったらここの天井の部分の引き出しは洋服とか軽めのものを入れて、重いスキンケアとか重いものはここの中に入れるかな。食料とかもここに入れたいな。引き出しの質感が全然違いますね。プラスとプラスシティはもっと明るいなんか木の色だったと思うんですけど、触り心地もね、木の触り心地というか、ちゃんとザラザラするというか、高級感ある感じですね。で、同じくあっちに JP スターっていう風に彫られていて、ここにもね、ソファー下の収納があると思うんですけれども、ソファーどかしてみます。ソファー下の収納の扉が2つあります。これは一緒ですね。プラスとシティと一緒な気がしますね。開けると、待ってよ。シティだったら確かここになんかソーラーチャージのものがあった気がするんですが、ハッピーワンターボは何もないですね。あとこっちの扉も繋がってますね。長細いソファー下の収納になってますね。最初の方にお伝えした外から扉開いて釣り竿を置けますねって言ったと思うんですけど、置けそうですか？どうですか？置けるかな？置けるのかどうなのか。釣り竿持ってくればよかった。キャンプ道具はね、もうここにガッと置けますね。ゴルフバッグとかもここに1個ボーンって置けそうだな。持ち運び簡単なちっちゃいゴルフバッグを置いても良さそうですね。釣りもできるし、ゴルフもできるし、キャンプもできる。夢がある収納場所ですね。ちなみにサイクリングが趣味の方は、後ろに自転車を取り付けることもできるので、車中泊旅の途中でね、サイクリングもできますね。そうだ。こんな感じで自転車乗せることもできますね。あとツールボックスとかもあったりしますね。続いて、いよいよベッド展開します。よし。
楽しみ。で、ストッパーがついてるので、こちら外していきます。今寝てみたんですけど、寝心地はいいです。寝心地はいいんですけど、寝るときはやっぱり布の方が嬉しいなって思ってしまうタイプなんですけれども、レザーのね、カバーになるので、ちょっと寝にくいなっていう風に思いました。なので、私だったら布のクッションのカバーにすると思います。なんか結構モコモコしてる部分があるので、デコボコ感は否めないですね。私的にはプラスのソファーが一番いいんじゃないかなっていう風に思いました。ベッド天体戻します。これをもうほんとね、数えきれないほどいい機能がたくさんあったわけなんですけれども、ハッピーワンプラスシティもね、本当にね、負けてないなと思いました。走行の安定性はね、ハッピーワンプラスシティが一番いいと思っているので、個人的に譲れないポイントなので、買ってよかったなって思っていますが、ターボがついていないんですよ。あった方がいいんじゃないかなっていう風に、やっぱり思ったので、ターボありのキャンピングカーがどのように走行してくれるのかちょっと気になったので、個人的なあれなんですけれども、これから乗っていきましょう。レッツゴー。ステップしまうときは手動で押し込みます。鍵を閉めるときは、運転席はこんな感じです。ドリンクホルダーがあって、ハンドルですね。ここに嬉しいクルーズコントローラーもありました。目の前はこんな感じですね。これがナビですね。きちんと Wi-Fi もあるので繋がってくれるかなって思います。ドライブだったり操作するものがありましたね。普通はね、ここら辺にあると思うんですけど。で、シートはね、結構違いますね。プラスとシティに比べると、プラスシティのハイゼットの方はシートごと取り替えられてたと思うんですけれども、アトレーのそのまんまのシートなのかな？運転席の布のシートです。落ち着くな。肘置きと言いますか、これがあるおかげで落ち着く。このミラーは電子ミラーですね。サンバイザーも大きめですね。助手席側はサンバイザー開けると鏡はないですね。で、ここの上に収納があるっていう感じですね。真上がテレビになっています。ハイゼットだったらここの天井部分低いと思うんですけれども、この車はですね、吹き抜けになっているので、背の高い男性女性の方でも乗れるよっていう感じです。エンジンつけます。今ゆるい上り坂なんですけど、ゆるい上り坂は本当にね、もうなんともないですね。やっぱりターボがあるおかげなのかな。加速が良すぎる気がする。 OK、 登ります。うわすごいこれ本当に上り坂っていうぐらい問題ないですね。これは絶対ターボのおかげだ。本当にこんなに良くていいのかな。今回はアトリエをベースにしたハッピーワンターボで走っています。天井が高いキャンピングカー仕様で重心は高め、さらにスタッドレスタイヤでの走行です。まず加速についてなんですが、ターボのおかげで発進や合流はかなり楽です。軽ベースキャンピングカーなのにもたつく感じはほとんどなく、乗用車感覚で加速できました。長めの坂道も違和感なくスムーズに登れて、正直かなり快適でした。ちょっと急な坂ではエンジン音は少し大きくなりますが、走行感覚は本当に乗用車と変わらず、今本当に坂って錯覚するぐらい自然です。ここはハッピーワンターボの大きなメリットだと思います。ただデメリットとしては、今回タイヤがスタッドレスで細めだったのと、重心が高い分カーブでは少しふらつきを感じました。まとめると、パワーと加速は快適でした。でも走りは慎重にという印象です。ガソリンを入れるときはこの運転席の近くになります。めちゃくちゃ楽だと思います。給油を開始する方は給油キャップも閉めやすい。はい、
ということでいかがだったでしょうか。全体的にめちゃくちゃいい経験をさせていただきました。最新の機能が備わっていたりだとか、真似したい機能がめちゃくちゃあったので、こんなにキャンピングカーって進化してるんだっていう風に思った時間でした。プレミアムだったり、今回のハッピーワンターボでしたり、プラスシティだったり、それぞれ役目が結構違うなっていう風に思いました。キャンピングカーじゃなくても、私はジムニーでもね、車中泊旅に何回も出かけたことがあるので、乗用車でも本当に車中泊旅は楽しいですし、とにかくね、もう車中泊はね、楽しいものなんだなっていう風に改めて感じました。ということで、今後もね、このようなキャンピングカーだったり、キャンプや車中泊の動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またねー。